今日は何ですか？今日は何ですか？今日はエブリデイバイクつながりで、はい、カゴとバイクバッグについて。エブリデイバイクはさ、それぞれみんなちゃんと見つかった？あります。俺にとってのエブリデイバイクは見つかった？ありますね。あった？あります。おかげさまで。おかげさまで毎日の自転車が見つかったって発見できました。あれからね。この前出てるメンバーが、そうですね。説明してるやつと、はい。それ以外にもあったり、僕なんか今日ここに時代あ、本当だ。カングさんのエバージョンね。初公開なのか。で、エブリデイバイクを実際にさ使おうとするとさ、じゃあどうやって荷物を運ぶかみたいなところが多分今回の焦点になるんでね。で、ざっくり分けると、自転車にバッグつけたり自分で背負ったりするバッグを持つ人、使う人、自転車にキャリアとかをつけて自転車に持ってもらう、まあ、ざっくり言うと、カゴ派みたいな感じだよね。はい。で、今回はそれぞれどっちが合ってるか、どっち派かみたいなのを話せたらいいって感じかな。そうですね。大きい。じゃあ、バッグ派の方。はい。我々です。バッグ過激派でございます。過激派。で、こちらがバスケット。バスケット派です。カゴ派。はい。カゴをつける派ね。どっちかどっちというともいいですよね。どっちかというとね。どっちの方が情熱を持って話せるかで分かれて、そうだね。まあ両方いいとこありますんで。そう。通行ってじゃあそれぞれ、まあ、ざっくりだけどさ、簡単にさどうやって使ってるかを説明していく。そうですね。そうですね。それが一番分かりやすい。それが一番わかりやすいよね。うちの振り込み隊長からじゃあ。はい、僕はもうバスケット派です。エブリデイバイクは何ですか？エブリデイバイクはもうオールパッカー、バイクフライデーのオバイクフライデーールパッカーです。はいもうマジで毎日乗ってますね。うん。で、なんかまあバッグつけてた時もあったけど、今はM1 ラックに1352って深いバスケ縦長ットをですね。そうつけてます。うん。じゃあカリカリ。じゃあ僕はリベンデルのオマーヒルセはい。でバスケットついてて、なんですけど僕使い方は結構スペースエイジのチンホルダーチチンホルダホルダー背負ってカゴにはいつも何も入れてないっていう。確かに。めっちゃそうだね。朝会う時そうだね。なんでって感じは後で話せうんれればと思うんですけど、そんな感じの使い方ですね。バッグのハーフみたいな。そうですね。ハーフハーフ。で、松本さん。松本さんここにもあるけど。あ、そうだね。僕は基本的にはリベンデルに乗ってて、で自分のバッグをバスケットにドンと乗っけてるっていうのが毎日かな。そんな感じがスタイルとしては毎日使ってるスタイルですね。スタンダード。うん。ここまでがじゃあバスケット派。バスケット派のざっくり使い方ね。バック派。バッグバッグどう派ですか？じゃあ僕から行きましょうか。バッグ過激派ですからね。バック派。そうだね。僕はこの前の動画に出てた、うんモンスタークロスもまんまあれ日常も使ってるし、最近ちょっと増車したバイクが、まあ、乗せ替えなんですけど、これもそのバック愛が強いので増やしました。うんセイゲっていう私買ったんですエバージョンに出るゲスト。ほら、同じスタイル。同じスタイルで。僕はこの感じ。付け替えてるだけじゃないですもんね。付け替えてるわけじゃなくて、この車体のためのこの車体のためのこれですね。なるほそうだった。過激だ。これに直接物ぶち込んでるんですか？これにトートバッグとか、うんあとサコッシュとか、あと物増えた時はパッカブルサコッシ中村サコシど。ュを忍ばせて使ってなるほど。なるほど。うんバックインバックっていうバックイン感じ。バックインバックみたいな時になってる時ある。サンバは？僕ですか。僕はまあ僕も前回の動画と同じでマッシュスチールでメッセンジャーバッグのスタイルで通勤することが多いんですけど、そうクラシックスタイルで。でこの間はまあラックもついてたと思うんですけど、もうなんかラックもいらないやってなって、もうラックも外しちゃって、そもそも自分荷物少ないなってことに最近気づいて、そうポケットだけで済むじゃんっていう。でもなんか外したハンドルとか、なんかペダルとか持って帰りたい日もある。そういう日のためにメッセンジャーバッグ空だけど背負って持ってきてるみたいな。そう持ってきてるみたいな、まあ、体にこうメッセンジャーバッグがついてる状態でチャリに乗るのが
なんか好きっていう。確かなるほどねにかっこいいアウター着てるみたいな状そうそうそう、もう態になるからシャツ羽織るぐらいのわかるわあれは持ってるのがいいっていうね。持ってるのがいいって感じ。まあかっこいいよね。そんな感じですね、最近は。で、でセンスさんはさセンスさんは最近組んだステュピッドツーリスト。ステューピッドツーリストステュピうんステュピミニベロクリトと同じ20インチだけど、はいあれにゼイトゼイト。ゼイゼイゲイストゼイゲイセイゲイツとねをつけて、まあその中になんかペライバッグを入れるバックインバッグ。あバックそうだそうだトミーさんそうですね。あと小径だとこのタイヤまでの距離長いからあ、確かに確かすらない。なんかラックつけなくてもまんまバックつけれる。ラックはつけたくないですかラックつけたくない。あれだけ軽い感じ憎いやつ重くなっちゃう。に。プラスと過激派的にもなんかあんまりバスケットつけないんで。あ、そうですね。確かになんかわからない。バックスタイル。率直にさ自転車のこのバッグってさ付け外しするの？僕はしてないですね。してない。なんでそのカゴってマジで便利で好きでずっと使ってたんですけど、今まで乗ってきたバイク的にその速いとか動かすのが楽しいみたいなバイクが好きで、若干やっぱ操作性が重くなるんでどうしてもラックとかカゴがそうですね。重たいですよね。そうそれがあってキャンプライドとか行った時にゼゲスト使ってめっちゃ気に入って、これツーリングで調子いいから日常に落とし込んだらいいんじゃねから始まって、で軽いし何も入ってなかったら、でこのスタイルになって、そしたらカゴと同じことができるんで、中に物を入れるで出すでつけっぱなし、それが結構良かったのと、雨とか降ってきてもフラップ防水なんで困んないっていうのが一番のこのスタイルが確立した理由ですね。これすらないですかタイヤ？ラックいらないですかこれ？これねいらないんですよ。 M1 いらないんですか？いらないんですよ。そこたくまでさん入ってもいらないですか？たくさん入ってもこれいらないのなんと。意外とすらないんですね。そうこの前それもお客様から同じスタイルでドロップハンドルでラックなしでゼゲストつけてくださったお客様がちょっとスッちゃってみたいな、これ実は付け方があってっていうので、このヘッドチューブに普通はこのつけるゴムみたいなベルトをステムに引っ掛けるとすらないっていうことに気づいて、引っ張り上げてくれる。引っ張り上げてる。なるほど。その元々のバイクのセッティングもあるんで厳しい場合もあるんですけど、そのお客様のバイクも僕のバイクもそういうセッティングにできたので、ラックつけずバックだけで。なるほど。割れ物入れた時にドーンって下から突き上げがないから割れ物が割れない。カゴで一回カメラぶっ壊しちゃったことあって、精密機器系をですね。精密機器系が結構カゴはダイレクトアタックなので、それがないっていうのが結構。俺らバスケット派なんでこういう言い方するのもあれですけど、デメリット使っててありますか？デメリットはお店で仕事してて超雨降ってきて、帰る時に若干隙間からただ今日はいけるだろうみたいな感じでちゃんとパチパチギュッてやんない状態でホイッて落ちた時にたまに水溜まっててちょっと濡れるってうわ感じか。ってなって拭いてちょっときれいにしてから帰るっていうのは唯一デメリットかもな。それ以外は特にバッグがいいですね。いやカゴの方がいいと思います。来た来た。買い物をするときにやっぱ容量大きくなっちゃうときあるじゃないですか。僕1352つけてるんですけど、あれそう休みの日に買い物行って日用品とか買う、一番助かるのはやっぱトイレットペーパーですよね。そうですね。まトイレットペーパーとティッシュ5箱。そんな買う？トイレットペーパー。だってトイレットペーパー過激派っすもんね。そうトイレットペーパー過激。でもトイレットペーパー買うときってティッシュも一緒に買わないですか？いやなんわかんない。いやそれはね何の話？あでも確かに本当に容量は容量大きいんで、拡張性はあるよね。そうです。だから何を買っても、なんか遊びに出かけた時とかも何買ってもこうチャリで帰れるみたいな、そう安ですね。心感でカゴを使ってるっていうのも一個大きいかもしれないなって今思いますね。しかもやっぱバイクバッグに勝る点ではやっぱ形が結構複雑で大きくても乗せれたり、やっぱこういうネットがあれば、抑え込めるというか、あらかた乗せて帰る。それはある。バッグは入らないやつがあるかもしれないんでね。あるんですよ。意外と。クソデカのものは本当に入んないんだよね。そうだね。通勤の時とか何も入れてないからですって言ったんですけど、やっぱ休みの日とかお買い物行った時とかはやっぱりこれがないと買ったやつどうしようみたいな。
洋服とかもたくさん買ってバッグとかでそう厳しいなって時はやっぱカゴに必ず入れるんで、その時にやっぱり必要だなっていう感じで僕はバスケットが多いですかね。さっきのカメラ壊れちゃったって話のにつなげると、下にふかふかのなんかサーマレスとかなんかのちっちゃい座布団みたいな蛇腹のやつ入れて、でまあヨヨコとバイクライで行き来することが多いんでパソコンを持ち運んでるんですけどなんか今んとこそんなに怖い感じはしないんで、ちょっとカメラとかだとまたパソコンと別になっちゃうかもしれないですけど、なんか一応振動を吸収するための工夫はしてますっていう。できると工夫しなくて済むんで。そもそもラックがつかないチャリってあるじゃないですか。そうあるねなんかこういうなんか今すごいお手本のようなエブリデイバイクがありますけど、こういろいろこうなんか細かいネジとかついてつけれる自転車はいいですけど、例えばこのトミーさんのチャリとかカーボンフォークでちょっとこういうでかいラックとかつけづらいねとか、僕もトラックバイク乗ってますけど、まあダボがない、ダボがないからラック、まあつけれるマッシュのラックとかはつけれるけど、つけれるラックの種類も少ない。そうって時にバッグだったら、まあめちゃくちゃでかいのはちょっと難しいかもですけど、いろんな形のいろんな見た目のバッグ選択肢がある。確かに多いね。そうでいろいろ選べるよねっていうのが強っ僕はでも今持ってる自転車的にもやっぱラックも好きなんでラックもつけるんですけど、なんかまあバッグがなんだろうな、つけやすい自転車が多くて、そうなんか改めて店頭を見てても感じるところはあるなって思ってる。確かにね、いろいろバイクを選ばないという点ではね、そうですね、幅は広いよね、バイクバッグはね。あとなんかラックに比べてこう入れ替えたりするのがすごいカジュアルにできるなと思って、なんか気分で今日はファンシーな感じでこれ可愛いバッグつけようとか、なんかアドベンチャー行くから超でけえバッグいっぱいつけようとか、なんかその着せ替えみたいな、ラックってそんな簡単に外したりつけたりするの怖いなって思っちゃうかなみたいな。確かに自分の手では例えばじゃあお客様とかで、じゃあ日常、まあ、自転車普段触ってる方とかだったら、まあ、できたりするけど、じゃあいざつけに来て家帰って取ろうかなってなった時はなかなかまあね怖いよね、大丈夫かなっていうのとかね、あんまりつけれなかったりとか、やんない方がいいと思いますし、そういう点はね、その点なんかバッグにもいいとこあるんじゃないでしょうか。ラックなしでつけられるバスケットとかもまああったりもするんで、ウォルドから出てる手足ついてるやつ、そうですね、ステーがついてハンドルで固定したりとかするタイプのものもあったりとかで、あれは結構簡単に取り外しはできたりもするよね。エブリデイバイクっていうとやっぱこの感じですけど、それぞれのこの前エブリデイバイクあるよねの話で言ったら、競輪のバイクエブリデイバイクにしてる人いれば、そうですね、やっぱバッグじゃなくねってなる瞬間もあって、それは確かにウォルドのバスケット雑につけてガシャガシャにして乗ってんのめっちゃかっこいいし便利だし、そういうバイクも持ってるからそれはめっちゃわかる。俺のちょっと持論になっちゃうんだけどさ、いや、そういうのめっちゃ聞きたいんですよ。エブリデイバイクってさ、まあ、毎日使う自転車ってことでしょ。で毎日使う自転車と毎日使わない自転車ってあるじゃん。毎日使わない自転車って俺トラックバイクとか、まあ、ロードもそうだし、人によってはマウンテンバイクとかそういう、まあ、ちょっとアドベンチャーっぽいさバイクのことを多分毎日は乗らないバイクにするでしょ。で俺毎日乗らないバイクを無理やり毎日乗るのって自分の生活にストレスがかかってる感覚なの。だから俺って自転車の人間でもあるんだけどさ、いろんな生活の側面あるじゃん。でいろんな生活の側面があるから自転車に縛られるのが俺毎日乗れないの。だからバッグも自由に選ぶし、その洋服服装も全部自由に選ぶし、行くとこだって自由に選ばせてもらいたいみたいな、それを一つの自転車でやろうとすると簡単に言うとやっぱ便利な自転車になるの。だからバスケットあったらバッグの種類無限です。なるほど。そうですね。バッグの種類は無限なんです。メッセンジャーバッグだって載せられるし、何だって載せられます。ここが可能性だと思ってください。空間がこの可能性は割と高く積めます。そのことでバッグの種類が基本的には体感無限。確かにそうだ。なのでゼイゲイスト載せられます。メッセンジャーバッグ載せられます。そうですね。LL ビンのボート&トート
もちろん乗せられる無限ですあなたたちが背負ってたり持ってるもの、自転車につけてるもの全部乗っけられます、カツだちょっと最後のよくわかんないけどでもまあそういう人間もいるよねっていうことを知ってほしいなっていうさ、だからトラックバイクには最低限のやっぱ装備でいたい、あのさ、なんかもう何もついてない状態超かっこいいじゃん、一番いいですね。一番だし、なんか無理やりロードを便利にするのもちょっと違うし、ツーリングバイクとかもそんななんかツーリングとかも行かないし、なんか今日じゃないなみたいな日とかさ、まあちょっと登場回数減っちゃうじゃん、まあ、なんかその淡いをちゃんとはっきりしてるって感じなのかな。なんかそれで言うと本当に感覚的にめっちゃ松本さんと近くて真逆なところが、この自転車を日常に乗ってる自分がマジでテンション上がるみたいな、それもあるよね。ロードで通勤してる、ビンディング入って通勤してる俺マジでめっちゃ気持ちいいなみたいな、でもこれ何もついてたらマジ無理ってなったらもうパロマつける、そういうバイクをエブリデイにしていくっていう、それをエブリデイにもしている、そうですね、東京で乗るってなったら、まあそれをいかにうまくこう自分でやっていくかみたいなのも考えて楽しいし、その日のテンションに合わせて松本さんが好きなバッグもしたいのに、僕は今日はマジでエバージョン乗りたいわ、どうしよう、手ぶらでもまあいいけどセイゲー一ついてるから俺の勝ちみたいな、とりあえず大丈夫みたいな、でも大丈夫みたいな、今日はトラックだなと思ったらもうメッセンジャーバッグギャッつって、よし今日仕事行くぞっていう感じだから、そのなんか感じで一緒に自転車とともにバッグがある感じが、なんか僕の日常というか、それを全部メッセンジャーバッグとかも含めて自転車にくっつけるバッグも含めて、なんかそういった意味でバイクバッグなのかなと思って、なんかそういったこう特別なカルチャーとかがある中のものを使ってる感じがすごい個人的に好きだから、スタイルってことですよね。スタイルわかります。なんか僕もなんだろう、なんか足痛くなるけど革靴履きたい日もあるし、なんかその感覚にすごい近いかもしれない。なんか毎日完全になんか快適な状態で過ごそうと思ったら、多分スウェット上下でニューバランスでメカニックやってると思うんですけど、いやでも501履きたいしとか、なんか知り合いが作ってるなんかスラックスみたいに履きたいしっていう日もあるので、なんか機能というか便利さだけが全てじゃないというか、多少不便なメッセンジャーバッグも肩超痛くなるし、なんかバッグ自体超重ていし、なんだこのバッグって感じなんですけどなんか背負ってんの気持ちいいし、なんかそれで楽しくチャリこげるし、カゴがついてない方がいいなって自転車も僕あるなと思うんで、そうまあスタイルなんか本当洋服選ぶみたいな感じにも近いかも。そうどっちかっていうと俺はその革靴履きたいとか、その今日はその洋服自転車に縛られたくない日を自由に作るために、こうやって自転車にこう担ってもらってるみたいなところは、まあ、バスケットつけてすごいいいなと思う部分だけど、まあ、確かにその、ね、バッグが大好きで使ってる子たちの今の意見を聞くと、まあ、ちょっと通ずる部分もあるよね。そう自分がなんかこうよりよく使うためにチョイスしてるって感じなのかな。松本さんのそのカゴのあれも便利だし、なんかそれで終わっちゃう気もするんで、終わらせたくないと思って、このスタイルになってるところもあるかもしれない。もしかしてこれが便利なの分かりきってるんですよね。ゴールでも一周回ってるのかなんか最近なんかカゴを卒業してるんでみたいな文章で書くんですけど、逆にみたいな、ちょっとそういうチャレンジしたくなってきてるみたいな。単純に自転車乗っててさ、そのバッグ背負わなきゃいけないとかさ、メッセンジャーバッグしようとかさ、単純にさ、その自分が解放されたいみたいな気持ちない？バッグから。めっちゃあるっす。でもあるっすよ正直めっちゃあるっす。まあそこはさっき言ってたその乗りたいからちょっと頑張るってことだよね。そうですね。我慢的な背負いたい気持ちが勝つってことだよね。そうですね。そのちょっとしたストレスとか。すごいな。顔がついてない状態がいい。僕は基本何も持ちたくないんで、通勤の時は持つけど、じゃあ入れろって感じなんですけど、持つけど、休みはマジでもうカゴないと無理って感じですね。絶対に。カゴついてる方がかっこいいチャリもあるんだな。ですよね。このチャリはカゴついて、この姿でカゴついててかっこいいからそれ。
カーリーのチャリって多分それじゃん。そうですね、日常。まあ、でもさっき話してたそのスタイル大事にしたいからバッグ使いたいっていうのが、まあ、カゴにも言える部分もありますよね。その便利なだけじゃなくてスタイルとしてカゴがついてるリベンデル超かっこいいし、なんかピストとかにカゴついてるのもそういう向こうのカルチャー想像させてかっこいいしっていう、なんか僕カゴ派かもしれないです。目がえんちょっとなんとかしてくださいよ。さっき真逆のこと言ってそうさっき真逆のこと言ったなって今思いました。でも俺もなんか揺れてるんだよ。カゴ個人的にはずっとつけたくないみたいな。なんかチャリとして無理すんだってつけてない状態好き。だけどまあ好きな洋服着たいし、バッグ心理でしょそれ。どうしよう。やばい。揺れてるっすね話しながら。この洋服の時はカバン背負いたくない時あるじゃないですか。そう。なんか太いパンツの日にピスト違うなみたいな時もあるし。そう。けどこれ何もついてねえし乗れねえなみたいなとか。カゴはさ、まあさっき言った通り器になるじゃん。だから乗せたいバッグとかさ、自分の生活様式に合わせてさ、まあ、割と好きにアレンジできる寛容さがあるでしょ。でもバッグってさ、実際その今ゼイゲイスとか結構出てきたけどさ、ベストオブバイクバッグって何なの？うわそのとりあえずこれを買っとけばさ、そのエブリデイに過ごせるっていう、そういうなんか名品みたいなのが浮かぶ。名品はでも本当にゼイゲイストが確実なんですよ。2個持ってるぐらいなんで、それにやっぱパッカブルサコッシュとか、ペライチのなんかこう持てるサコッシュがあるともっと最高で、結局僕なんか天部屋さんのちっちゃいトートバッグをいつも持ってて、それが中に入ってて、その中にパッカブルサコッシュが入ってるみたいな状態で、じゃあ結構パッカブルサコッシュなんじゃねみたいになってきてベスト急につけっぱなしのハンドルバーバッグと手持ちのバッグ、手持ちのバッグとちっちゃいバッグ。緊急時のバッグ、あとパニアは結構日常買い物の時とかめっちゃいい。外していけるもんね。外していけるし、袋なしで「大丈夫です」って言ってそのままザーって入れて、ガッチャンで、まあラックついてるんですけど、そうなんですよね。それでやっぱバイクバッグ、まあトミさんのバイクは、ここまあ擦らないような状態になってるんでついてないんですけど、まあカーボンホークだし、ここに例えばじゃあ擦っちゃうって時 M1 をつけるんですよ。そうです。そうなるとそうなると今この M1 がじゃあついてる状態で、この上でバッグがサポートしてくれるんですよね、バッグをね。したらカゴつけれるくないってなっちゃうんで、バッグ派の人ももし M1 とかつけてる人はあなたはカゴ派です。カゴ派予備軍。今すぐカゴをつけろって。だからまあその状態になってる人は最終どっち側でもいけますよっていう状態なので、これが本当最高。ラック M1 派なのかもね。じゃあそう M1 派。M1 派。M1 とかついてればいつでもどっち側でもこうやっていけるんで、スイッチできるもんね。M1 結構最強ってことですね。そう。じゃあ全員 M1 派なんだ。M1 からみんな生まれたって。枝分かれしてなんか子孫たち。今では争い合ってるけど。バッグをなんか最近好きで使ってるのは、乗り物って何に関しても、車もバイクもチャリもですけど、基本金属の塊っていうか、めっちゃわかります。めっちゃ金属の塊で、でもなんかそこにこの布のものとか別な素材のものがついてると結構こう温かみがあるなみたいな。これお客様になんかこの謎の僕の完全な持論をこう言うと、確かにね、それめっちゃいいっすねみたいな共感してくれる方が多くて、多分今一緒にいるみんなも確かにみたいな。だから多分サックビリとかスイフトとかも好きだし、コルクのグリップもその金属じゃなくてバーテープもコットンだったりとか、なんかそういうものをこうつけたくなるのって、やっぱその金属じゃない柔らかさがあるからなのかなみたいな。だからバッグ好きなのかな。だいぶ表情変わりますよね。だいぶ表情変わる。ぶっちゃけ結構これバッグついてなかったらなかなかレーシーって言い方違うけど、なかなか武骨なアドベンチャーだけど、こいつがいる
これがついてくれてるからなんか可愛いみたいな、個性が出ますよね。個性がキャラが、なんかトミーさんだからこのチョイスですけど、僕がつけたらまた全然違うカバンがついて、なんかサンバのチャリだねみたいだと思う。な、なんかそういう、なんか短命みたいになるんですよね。結構バッグなかったりする。そうか。こう後ろのこのシートバッグとかマジ何も入れたことないぐらいのレベルでなんかファッションバッグ。マジファッションバッグっすね。ファッションバッグ。完全にそうでっかいキーアクホルダーセサリーっすね。アクセサリー。ネックレスみたいなもん。俺結構さ、多分バスケットに寄ってる思考なの多分。だけど唯一バスケットを外して乗ってた時期があって、リベンデルでもね、バスケットつけてなかった。まあ厳密に言うとハーフにぶった切ってた時期があって、なるべくこうカゴを使わないように。でパス&ストーンの俺5レールラックが大好きなんだけど、5レールラックをつけると139しか使わないの。ウォルドの139しか使わない。そうですね。あのウォルドの139が大きすぎて、あの見た目が俺あんま好きじゃない。137は大好きなんだけど、あとうちで仕入れてるエブリデイバスケットっていうのも、まあ、サイズ感すごい秀逸で好きなの。だけど139が俺どうしても好きにならなくて、であと1352ってクリットがつけて申し訳ないけど、何回かつけたんだけど、ちょっとやっぱさこう縦長じゃん。そうですね。だからちょっと自分には合わなかったんだけど、ちょっと脱線しちゃったんだけど、パス&ストーンの5レールつけるじゃん。で139合わないじゃん。で自分で背負った時期もあったんだけど、なんかねえなと思って、やっぱ自転車に置いときたい、って時にこの ILE のさラックバッグを買ったの、ポーターラックバッグでラックバッグを買うとなんつったらいいんだろうな、バスケット的にも使えるじゃん、バスケット的にも使えるし、持ち運んだ時にショルダーバッグ的にも使えるの。取っ手ついてるでしょ。だからトートバッグ的にも使えるし、ショルダーバッグ的にも使えるし、脱着がさパチンで外せるじゃん、だから付け外しのアクセスもすごいよくって、ハンドルバーバッグだとなかなか外せないけどさ、あれついてるとさこの付け外し超簡単だから、なんかねそれは唯一かな。バイクバッグ、特にフロントにつけるもので、あこりゃ秀逸だなってなったの。これは同意いただけるだろうか。僕使ってますね。あれ結構さ神じゃない？あれ神なんですよ。そうこれもどこで必殺技ぐらいの感じで使おうと思ってたんですけど、まさかそちら側から来ると思わなかった。あれやばいんですよね。あれやばくない？しかも防水性が高すぎるぐらい高いし、物いっぱい入るし、あれだけでキャンプ行けるぐらいなんで中に入るし、メッセンジャーバッグみたいなギミックがついてるんですよ、バリッてやると中からなんかすっごい長いコードが出てくるんで、巻き詰めるし、トイレットペーパー詰めるし、そう縦に入りますからね。いいかも。しかもさ、俺買った時はワンサイズだったの、だけど今スモールサイズあるでしょ、マッシュフロントラック、いやマッシュロドラックバッチリです。ぴったりなんですよね。あれバックバックっていうかポーターバッグ。ポーター唯一秀逸だよね。すごい唯一とか言わないでください。唯一パス&ストーンしかつかないですかね。マッシュラックといやソーマのラックもつきます。大きいポーターラック。ポーターラックだったらね大体つく。 52F はいけるんですか？スモールだったらいけるんじゃない？スモールだったらいけるのか。ILE の意外とただ僕裏技って言ったらあれなんですけど、M1 とかの方もあれ139ハーフをつけると、なるほどポーターラックバッグフルサイズつけれるので、パコンってちょうどはまるってことですね。パコってもうマジでシンデレラフィットなんで、それはちょっとカゴありきですけど、ラックバッグを使うために139のバスケットをもう絶対つけてる時もあって、あれはまあそのハンドルにあと固定しないっていうところもなんか僕がハンドルバッグを使わない理由っていうか、こういうハンドルに固定するタイプのバッグを使わない理由は、取り外しがちょっと僕は面倒くさいと思っちゃうんですよね。ボレーでキュッとこうで、やっぱそれが面倒くさい、基本つけっぱなしみたいなのが多いかとは思うんですけど、なんかのタイミングで取るときとか、じゃあ日常ちょっと取り外しが必要です、あと盗難が怖いですとかいうときに毎日こう取ってつけて取ってつけてってするのはさすがにちょっとしんどいみたいなのがあって、それだからカゴなんですけど、さっきのポーターラックはまあなんだっけ、パチってこう簡単に取り外せる、カチッカチッ2個やればもうパコッと取れるんで、そういう分ではポーターラックは本当に優秀
ですね、いっぱい入るし、そういうバッグなら使ってもいいなっていう。あとブロンプトンも取り外しもしやすいですよね。そうだね。ブロンプトンバッグ、ブロンプトンバッグ、ブロンプトンでね。フェアウェザーのやつとかももちろん俺みんなバッグハマしか最終的にまあ、バスケットがいいに決まってるんですけどバスケットがいいに決まってるんだけど、まあ、あえてそちらにそのこう花を手向けるというと、まあ、ILE のラックバッグはまあ結構秀逸だよね、まあ、いい線いってるよねって感じこっちからしたら。リアルムのあれはどうですか？バスケットにはめるタイプ。あれ僕個人的に使ってた時期あったんですけど、なんかあれ良くないですか？あれもまあすごい容量増えるし、拡張するしね。まあ本当カゴありきにはなっちゃうんですけど、そうでしょ。そうなんですけど、でもなんかやっぱカゴなんだろうな、さっきも言ったこうスタイルとかなんか個性とか自分の自転車のお気に入りポイントみたいな意味で、なんかカゴがパンついてるのもいいんですけど、そこになんかちょっと可愛い色のあれがカポってはまってて、アクセントやでかつこう上がロールトップなので、広げれば物もいっぱい入る、トイレットペーパーもしっかり入るしっていう、確かにふかふかついてるしね。ふかふかがそう、そこにクッションついたりとかして、まあカゴをつけなきゃいけないんでちょっとあれですけど、僕はすごい好きですね、あのカバンは。バスケットバッグが合う人もすごいいるよね、生活ですごい馴染みがあって使ってる人もたくさんいらっしゃると思うんだけど、そうだね、本当個人的な話をすると、まあ、バッグは制限されてない方が、まあ、実生活では使いやすいと、俺はね、俺は思ってる。いろんな選択肢ができる。いろんな選択肢があるでもリアルムとか挑戦してみたいなと思う。アロちゃんとかリアルムね、そうここに呼んできたい。交代持ってる人リアルムしか許さん。独立してるもん。複数持ってるよね。そうですね。なんかあれどういう気持ちあるの？カメラマンそっか。まさに一家パカット入りっていうのが肝心なんだ。あれですね。あれはすごいいいですけどね。サブちゃんも使ってサブちゃんも使って確かに。た。サブさ。じゃあさ、ごめん、1個だけバッグが合わない自転車も存在するでしょ。でバスケットが合わない自転車も存在することが分かったんだけど、どっちも似合う自転車のブランドって俺は思いついてんだけど俺もどのスタイルも似合う。どっちも似合っちゃう。そのバッグつけててもかっこいい、バスケットつけててもかっこいい、そのどっちもチャレンジできちゃう。ある意味こう汎用性の高いブランド的背景もあったりとか。ブランドそうだのね、ブランドのこのチャリが調子いいとか、サーリーありかな。僕も買いましたね。ILE のラックバッグとかこれにつけるのは多分賛成の人もいるだろうけど、まあ一般的にやっぱちょっと水と油かな。こいつはまあ似合うかもしれないけど、合わないし、多分構造的に ILE のラックバッグ結構むずい。組み立ての時はつけてたんですけど、なんかあんましっくりこなくて、結局なんかスイフトのが合うな。その点で言うとサーリーは、ね、バスケットも合うし、ILE のラックバッグも濃いよって感じだし、そうですね。スイフトゼイゲイストフレームバッグとかも似合うし、いろんなそうだよね。ワンオフのフレームバッグついてるサーリーとか超かっこいい。めっちゃかっこいいですよね。懐広いですね。リーベンデルもサックビルっていうブランドがあったりとか。そうだね、バックブランドねあるもんね。ですからね。これはもうリベンデルと合わせてくださいっていう。そうね。これはもサーリーでもなんかいい意味でそういうなんかリベンデルにはサックウィルが似合うとか、クラストにはスイフトが似合うみたいなのがいい意味でないというか、まあサックウィルつくような、ちょっと革サドルが似合うようなサーリーも超かっこいいし、なんか ILE のポーターラックとかシティな感じのサーリーも超かっこいいし、アドベンチャー的なのね。そうアドベンチャー的なグラベルバイクっぽい、スイフトついてるサーリーも超かっこいいし、なんでなんですかねサーリーって何ですかっていうなんでマッシュ乗ってて、スイフトのバッグかっこいいなと思うんですけど、やっぱマッシュについててもいいと思うんですけど、なんかちょっと違う感じもしちゃう。若干違和感を感じながらつけちゃうみたいなのがあって、じゃあ ILE だったらすごい似合うかもし、メッセンジャーバッグだったらもちろん似合うんですけど、まあなんかなんだろうな、そういうしがらみがない自転車のブランドでいうと、そういう意味ではサーリーカゴも似合うしバッグも似合うし。分かったかも。サーリーってその割と長いし歴史がいろんな人がいろんな使い方してるのを
見てるし、いろんなお客様に我々も組ませてもらって、いろんな提案をさせてもらってるから、なんかそのいい意味でね、なんかそういう感じになってるのかな。だからメッセンジャーでバキバキ走っててでもスチームローラーの人もいるし、でメッセンジャーバックの人もいるし、スチームローラーでなんか癖のある組み方して、それこそフォーク、クラスフォーク入れて部屋につけてる人もいるし、なんかいろんなスタイルの人を見る機会がやっぱあのブランド多いからじゃないかな。確かにキャッチコピーもなんかPlease make it your own みたいな、なんか好きにやっちゃってみたいな感じですもんね。サーリーがいいサーリーサー単リー純にさ、なんか合う合わないみたいな話してたからさ、全部合うのなんかあんのかなと思って。でもサーリーってラックもつきやすいですよね。なんか結構ポン付けできること多くないですか？加工とかしないでそうだよね。気が利いてるなんかダボとか。この間ラダビスタかなんかにカーゴフォークさせてるスチームローラーかなんかの写真がちょっと前に上がって、それとかもめっちゃかっこよかったですね。急にサーリーの話になっちゃった。ごめん。サーリーの話に申し訳ない。サーリーの話もしたいですよ僕は。自転車の話になっちゃった。まあ間違いなくバスケットかっこいいって価値観をこうなじませてくれたのはリベンデルに他ならないという感じなんだけど、まあ、そういうスタイルを転用しやすいのが、まあ、サーリーのすごいいい部分でもあるしね。そのさっき言ったちょっとストリートな文脈でサーリー組むのとかもとってもこう食い合わせがいいから、いい意味でこう自由が利くバイクブランドなのかな。なんか今話して本当思ったけど、俺トラックバイク乗り始めた時さ、とにかくでっかいバッグかっこいいと思ってたであでもめっちゃわかりますそうだよね。めっちゃわかります。当時さフレイトバゲージがさとにかく大きいバッグ作ってたじゃん。なんかあれを背負ってさ、本当にシンプルなトラックバイクに乗ってる姿に憧れた。まあメッセンジャーもそうだと思うけどさ、まあそこから多分始まってて、でバッグと自転車のこうなんか組み合わせってさ、なんか刷り込まれてたじゃん。でなんかいろいろこう知ったり組んだりしていく中で、こういうバスケットのスタイルとかまあいいよねみたいな感じにもなってきて、まあみんなそれぞれその毎日乗ってかっこいい調子いい自転車が見つかってるって感じなんだと思うけど、何を言いたかったのか急にフレートバゲージがかっこよかったなって思い出しちゃったんだけど。ちなみに僕はこの前リロードのでかいメッセージを買いました、ああいう価値観もなんか大切にしたいなって、俺も今、まあ、バスケットのことしかずっと考えてないんだけどそうなんかうん理屈じゃないなんかそうだね、良さみたいなかっこいいね。ミッション買ったな。ミッションワークショップね、バカでかい建物のやつワンダルだったね。僕もでかいメッセンジャー今めっちゃ欲しくて、スペースエイジがそろそろ入ってきそう。本当？マジなんか噂なので、本当。ちょっとカリカリさんが持ってるわけわかんないぐらいでかいやつ、スリングショット、スリングショット。僕もあれ必要なかったとしても背負ってきたりする時あるからね。中に財布しか入ってないみたいな。空き缶1個入ってるみたいな。使いたくなるよね、やっぱああいうそうですね。衝動的にかっこいいと思えるものとか。じゃあ討論してきましたが、じゃあ、はい、ここまで話して変わっちゃった人いますか？カゴ派、バッグ派。まずいやカゴ派？僕はカゴ、あら変わらなかっ変わらない。今はカゴ。今はもうカゴ。松本さんももちろんカゴ全然変わんないねカゴでしょ。カゴ派。僕も全然変わらずバッグなんですけど、やっぱそのカゴ使ってた時のああ良かったなみたいなの話を聞けて、なんか幸せな気持ちになってここまで到達した自分の歴史を紐解いたみたいな。すごい達観してますね。僕はちょっとまだ迷える子羊なので、今の話の過程でちょっとカゴいいかもなって思い始めちゃってます。全然どうぞ。まあでもいやそうですね。でもカゴは使うけどやっぱ布のなんかバッグとかついてるのは好きなので、カゴついてるけどステンバッグつけたいかなとも思うし、さっきのリアルムのバッグとか、ちょっと抗いつつカゴを使おうかなと思ってます。抗いつつ。はい。た。まあバッグ派だけど、カゴにちょっとだけ魅力を感じつつ、まあカゴがとても似合う自転車が欲しいですね。増車したい。一番変態の答えかもしれない。この話を経てチャリ欲しくなってきて今ここに新車を検討している人がなんでだよ。
多分こうみんなで話してる途中、何にしようかなってずっと考えてたから。今もあっちのフレーム見てましたよね。そうだね。よりより緑です。確かにそうですね。じゃあまあここまで見ていただいた視聴者様にもうコメントでどっちが良かったかなんか聞きたい。初めての問いかけだけど。まあ、よかったらコメントしてもらいたい。よかったね。ちょっと書き込んでほしいです。エピソードどっち派か。どっち派か。何がこうでカゴですって書いてください。お願いします。お願いします。メッセンジャーバッグの思い出を書いてください。バッグの方ね。どうぞ。そんなところですかね。はい。ご視聴ありがとうございました。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 